皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ヒロです。今日は日本の観光地についてお話ししていきます。皆さんは日本に来たことはありますか？ないですか？来たことがあるよという人はコメント欄でぜひ教えてください。来たことがないよという人は今回の動画で紹介する街はたくさん美味しい食べ物や美しいところがあるので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは日本語の勉強をしている皆さんの役に立つコンテンツ、情報を発信していきます。よかったらチャンネルの登録よろしくお願いします。では早速紹介していきます。まずは東京です。東京は日本の首都で世界で最も人口の多い都市です。一番人がたくさんいる街です。歴史のあるエリアから若い人が集まるエリアがあるので、たくさん行ってほしい場所があります。魅力場所があります。浅草。浅草は東京の歴史のあるエリアで、日本の文化を感じることができる人気の観光地です。特に有名なのは浅草寺で、多くの観光客がこの歴史的なお寺を訪れます。行きます。浅草寺の入り口にある雷門という大きな提灯は写真撮影のスポット、場所としてとても人気があります。周辺、近くにはお土産屋さんやレストランが並ぶ仲見世通りもあり、日本の伝統的な食べ物、歴史のある食べ物やアートを楽しむことができます。また、浅草は江戸時代の文化を残す地域としても知られており、歌舞伎や浮世絵の文化も楽しめるため、日本の伝統文化を感じたい人にはおすすめの場所です。浅草で食べてほしい料理は天ぷらともんじゃ焼きです。皆さんは天ぷらともんじゃ焼き食べたことはありますか？天ぷらは魚や野菜の材料に小麦粉をつけて油で揚げたものです。浅草には老舗、歴史のある、昔からある天ぷら屋さんが多くあります。サクサクとした衣と新鮮な海産物、シーフードや野菜を楽しめます。特に天ぷらがご飯に乗った天丼という料理はとてもおすすめです。僕も大好きです。もんじゃ焼きは小麦粉と具材を鉄板の上で焼く浅草の料理です。浅草にはもんじゃ焼きの専門店があり、お店によっては自分で焼いて食べることができます。友達と一緒に料理の体験をするととても楽しいのでおすすめです。
次は築地です。築地は日本でも歴史のある市場です。ここでは毎日新鮮な魚や野菜を買うことができます。特に有名なのが魚です。朝に市場で取引された新鮮な魚を築地にあるレストランで食べることができます。おすすめの料理は海鮮丼と卵焼きです。海鮮丼はいろいろな種類の魚の刺身がご飯に乗った料理です。また、築地の卵焼きはとても大きく美味しいです。たくさんの人が並んでいるかもしれないので、早起きして行ってみてくださいね。次に渋谷です。渋谷はたくさんの若者が集まるエリアです。ここではたくさんの人が買い物、ショッピングをしたり、レストランでご飯を食べたり、夜はバーやクラブに出かけたりします。なので夜遅くまで活気のある街です。とても活気のある街ですが、渋谷から歩いて20分先には明治神宮という神社があり、とてもリラックス、落ち着いている場所です。原宿というおしゃれな場所も近くにあります。なので、東京に旅行に来た時には渋谷の近くにホテルを取るとおすすめです。とても便利です。おすすめの料理は渋谷から歩いて20分の場所にある原宿のクレープです。原宿のクレープは特に高校生に人気があります。よかったらチェックしてみてくださいね。次に紹介したいのは大阪です。大阪は日本の中でも特にエネルギッシュで食文化が豊かな都市です。美味しい食べ物がたくさんある街です。たくさん美味しい食べ物があることから大阪は天下の台所と言われていました。また大阪の人はみんなとってもフレンドリーで、みんな海外の人にもとても明るく接してくれます。僕の友達でアメリカから来た友達がいるんですけれども、その友達も大阪が好きで大阪に住んでいます。大阪で行ってほしい観光地の一つ目は大阪城です。大阪城はとっても大きいお城です。大阪城の中には昔の大阪に住んでいた人たちの歴史を知る資料や昔の侍の人が着ていた鎧、戦いの時に着る服も展示されています。あと、大阪城の周りには大きな公園があります。春の桜の咲く季節はとても綺麗です。僕も大学生の時に大阪城の桜を見に行きました。とても綺麗でした。
次におすすめなのがユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。ここには映画をテーマにしたアトラクションがたくさんあります。例えば、スパイダーマンやジュラシック・パークです。その他にもマリオのアトラクションもあります。そして時々期間限定でアニメのアトラクションもあります。僕が行った時には進撃の巨人のアトラクションがありました。行くタイミングによってアトラクションが変わるので、ぜひ調べて行ってみてください。次におすすめの場所は沖縄です。沖縄は日本の南の島です。先ほど紹介した東京や大阪とは違った文化があります。僕が東京から沖縄に行った時は、とても時間の流れがゆっくりに感じました。とてもリラックスした雰囲気があって好きでした。おすすめの場所一つ目は美ら海水族館です。この水族館は日本でも最大級、一番大きいうちの一つで、沖縄の海の生き物がたくさんいます。巨大な大きなジンベエザメやマンタが泳ぐ姿が見られます。次におすすめなのが青の洞窟です。皆さんはシュノーケリングやダイビングはしますか？もしする方がいれば、この場所はとても綺麗な場所です。洞窟の中に光が差し込んで、とても綺麗な青い水面を見ることができます。沖縄でおすすめの料理はゴーヤチャンプルーです。これはゴーヤや豆腐、卵、スパムや豚肉を炒めた沖縄の料理です。沖縄の代表的な家庭料理です。この料理は少し苦く感じます。お酒と一緒に飲むとおすすめです。次にタコライスです。タコライスはメキシコ料理のタコスの具をご飯の上に乗せた沖縄からスタートしたファストフードです。チーズやレタス、サルサソースがご飯の上にあります。メキシコから来た方は馴染みがあるんじゃないでしょうか。食べたことあるなーっていう味がするかもしれません。ぜひ食べてみてください。皆さんどうでしたか？今日は東京と大阪と沖縄の3つの場所を紹介しました。この3つで行ってみたい場所はありましたか？他の場所も次の動画で紹介しようと思います。ぜひチャンネル登録してお待ちください。また、この動画が良かったと思ったあなたは高評価お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。またね。